はい、どうもこんにちは。今回はですね、オフィスチェアについてお話をしていきたいと思います。皆様、椅子って何に使われていますか？世の中ね、いろんな種類の椅子があると思うんですけど、個人的に長時間座るときにはですね、もう断然オフィスチェアがおすすめだと思っています。それはそうですよね。そのために設計されている椅子なので当たり前ではあるんですが、まだね、オフィスチェア試したことないよっていう方向けにお話しさせていただくと、本当ね、思った以上に違いがあるので、ぜひ一度ですね、オフィスチェアを試していただきたいなと思っているんですけれども、とはいえ、オフィスチェアの中にも色々とありまして、それこそ高いものであればね、20万を超えてくるようなオフィスチェアなんかもあれば、数万円で購入できるモデルもありまして、その良し悪しっていうのがね、結構色々あるんですよ。結局のところは座り心地がいいかというところ、これにね、尽きるかと思います。なのでね、本当であれば、実際に座ってもらって、で、試してみてから自分に合った椅子っていうのをね、選んでもらいたいんですけれども、でもなかなか店舗でオフィスチェアを試せる機会ってないじゃないですか。なので、そういった時の一つの判断基準としてですね、調整機能の幅が広いオフィスチェアを選ぶのがね、いいんじゃないかなと思っています。それこそ人によってですね、座り方や姿勢って好みがあると思いますので、座面の高さ、位置、ランバーサポートっていうね、腰のサポートだったりとか、ヘッドレストの向き、そういった姿勢補助の機能が充実したモデルっていうのがね、おすすめになるかなと思います。ただ、その高機能なオフィスチェアはその分値段が高くなってしまって10万円超えたりとかすることもザラにあるんですけれども、そうなってくるとやっぱりね、比較的安価で調整機能が充実したオフィスチェアっていうのがね、欲しくなりますよね。安心してください。あります。それがですね、こちらのハバダ E3 Pro というオフィスチェアでございます。実はですね、ハバダ様からお声掛けいただきまして、もうすでにね、1週間ぐらい使わせていただいております。こちらのオフィスチェアはですね、Amazon でも購入することができまして、セール時やクーポン利用とかするとですね、約5万7千円ほど、5万円台でね、購入できる、そんなモデルになっています。ただその割に機能がめちゃくちゃ多くてですね、各種調整機能が充実しているモデルになっております。なので、初めてのオフィスチェアとしてですね、なかなかいい選択肢になるかなと思いますので、今日はこちらのオフィスチェアについてね、お話をしていきたいと思います。はい。で、まずはね、外観からなんですけれども、カラーは2色展開でございまして、こちらのブラックと、あともう1個ホワイトっていうのがありまして、どちらもですね、支柱部分、ここに関しては、シルバーとなっていますね。自分はこのブラックを使用させていただいております。座面や背もたれとかに関してはメッシュ素材が採用されておりまして、クッションに比べてですね、通気性が良くて蒸れにくいので、暑い季節なんかにはですね、重宝するかなと思います。ただね、メッシュ素材ではあるので、クッションと比べるとちょっと硬めっていうところで、沈み込むというよりかは適度な反発性があるといったような感覚ですね。そしてこちらのオフィスチェアはですね、アームレスト、ランバーサポート、ヘッドレストに加えて、しっかりとですね、こんな感じで、オットマンもですね、搭載しているモデルでございます。各パーツですね、結構しっかり作られていて、高級感ね、あるかなと思います。足の部分に関してはですね、金属製で5本。キャスターに関してはですね、樹脂製で少しだけ柔らかい素材になっています。動きは結構スムーズでして、引っかかる感触っていうのは少ないので、なかなかいいんじゃないかなと思います。そしてサイズに関してなんですけれども、このアームレストの端から端まででだいたい70センチほど、そしてこの奥行きですねっていうところもだいたい70センチほどとなっております。そして高さは約121センチほどとなっておりまして、全体のサイズ感はね、ちょっと大きめのサイズにはなっています。で、座面の大きさに関しては、縦と横、ここのですね、いわゆる座る部分のところですね。ここに関しては、だいたい51センチ、奥行きも51センチと
なっていて、この座面のところからここまでに関してはだいたい75センチほどとなっております。そしてこのモデルの特徴とも言えるんですけれども、各ね、サポートの調整機能の幅がですね、広いというところでございますね。こちらの 4D ヘッドレストに関しては、高さがですね、だいたいこんな感じで 4.5 センチほど調整することができまして、で、前後に関してもですね、ここで約 5.5 センチほど調整することができます。で、角度もこの根元の部分から、ここね、1、2、3、4、なんと4段階までね、調整することができますし、こちら側の部分、先端の方でも、1、2、3と、3段階ね、角度を変えることができるようになっています。なので、好みの場所へ自由に調整することができますね。はい。で、そして、こちらの3ゾーンランバーサポートはですね、一般的なランバーサポートと違っていて、側面のサポートもできるようになっていて、腰をですね、包み込むように配置することが可能なものになっています。ランバーサポート全体もですね、5センチほど上下に動かすことができまして、前後に関しては約 2.5 センチほど、ここまで伸ばすことができて、一番後ろはね、ここまで下げることもできますね。はい。で、また、このですね、6D アームレストに関しては、約7センチほど高さを変えることができまして、前後左右に関しては、それぞれ3センチほど変えることができまして、細かく調整することができるようになっています。そして、角度に関してもですね、こんな感じでですね、ここの角度まで変えることができます。フラットのところと、ちょっと緩やかなものと、割とがっつり斜めに。そんな感じで調整することができますし、横の調整ですね。左右の調整。これを手前に持ってきたり、ちょっと外に出したりというような調整もできるようになっています。肘を置く部分はですね、結構広めに作られておりまして、この部分幅がですね、だいたい13センチほどとなっておりますね。で、上下のこの角度に関してはですね、座った時にね、こんな感じで置くことができまして、こんな感じで、例えばね、スマホだったりとか、ゲームのコントローラーを使用するときに、自然に手元をこうやって見たり、腕をね、休ませながらコントローラーとかを持つことができる機能でございまして、他のチェアにはね、あんまりここの部分のですね、角度の調整っていうところまではついてないかなと思いますので、これはね、一つの特徴になるのかなと思います。はい。でね、肝心の座り心地なんですけれども、やっぱりですね、細かくこのランバーサポートを調整することができて、姿勢をね、正しく座ることができますので、疲れにくいね、姿勢を保ってくれるかなと思います。また、無段階のですね、リクライニング機能っていうのがありまして、約140センチの角度までね、倒すことができるんですよ。ここまで行きます。結構深くね、いってくれるんで、そうですね。もたれかかれば自動的に後ろにね、倒れてくれるリクライニング機能なので、これやっぱいいんですよね。カチッ、カチッ、カチッってね、固定しなきゃいけないやつとかもあるんですけど、何もなく無段階でね、ちょっと休憩したい時とかに、パーッと、後ろもたれかかれば、いい感じの姿勢になるんでね、これはマジでいいと思います。でね、オットマンと併用すると、こんな感じ。いいっすね。寝れるね、これは。めちゃくちゃリラックスできます。はい。で、そして、座面の高さに関しては、一番低いところがね、地面からだいたい47センチぐらいとなっていまして、そこからギュッと上げて、55センチぐらいまでね、調整することが可能です。で、座面の前後に関してもですね、スライドさせることができて、前と後ろに移動させることができるようになってますね。はい、ということでね、ここまでお話ししてきて思うのが、やっぱりね、調整できる幅の広さ、機能面の充実さっていうのがね、このモデルの良さかなと思っていまして、そんな高機能オフィスチェアがですね、5万円台で購入できるというのは、結構ね、コスパもいいんじゃないかなと思っ
っています。ただいいところばっかりね、ご紹介してもあれですので、ちょっとだけ気になった部分っていうところについてもご紹介をね、していきたいと思います。まずね、一つ目が座面の高さですね。このメッシュの弾力を確保するためなのか、座面部分がね、結構分厚くありまして、一番低い高さでもですね、地面から座面まで47センチほどとなっています。これね、ちょっと一般的な話になっちゃうんですけれども、理想の座面の高さって自分の背の高さの約4分の1ほどというお話もあったりしまして、例えばですね、自分は今172センチとなっているので、その4分の1となると、約43センチぐらいが、実は足裏全体がぴったりとくっついて、ちょうどいい座面の高さという一つの基準があるんですけど、そこに比べるとちょっとね、このモデルは高くなってしまっているんですよね。一応公式では、背の高さ150センチから195センチまでという形にはなっているんですが、個人的にはですね、160センチ以下の方にはちょっと合わないんじゃないかなというふうに思っています。正直自分でもですね、深めにこうやって座るとですね、ちょっと高さあるかなというふうに思う部分もあって、もう少しだけ座面が低かったらよかったのになと思う部分がありますね。ただ、オットマンを使う場合には全然関係ないですし、あとね、別途こういったフットレストなんかがあれば、快適にね、使うことができますので、こちらもぜひね、検討していただければなと思います。はい、そして気になったところ2つ目がですね、これもまた高さの話になっちゃうんですけど、これ、アームレストの高さの話ですね。デフォルト位置、これが、ね、一番低いところなんですけど、これでもちょっと実は高いんですよ。個人的にはね、これもうちょっと低く設定できると嬉しかったかなと思っています。というのも、今これね、昇降式デスクを使っているんですけれども、座るときってね、結構机の高さを低くしていまして、そうなった時にこのアームレストがですね、机の下をですね、くぐることができずに、こうやって、手前でね、引っかかっちゃうんですよ。もうちょっとだけ前に行きたいのに、このアームレストが突っかかってですね、前に進めないといったような状態になってしまいまして、個人的にはね、ここがね、ちょっとだけ気になる部分ではありましたね。なので、本当は、このね、6D のアームレストを使いたいんですけど、今の自分の環境だとですね、もしかするとなしの方がね、使いやすいのかなという結論に至って、ちょっとね、外して使おうかなと思っております。正直言うと、自分はなんですけど、普段からあんまりアームレストって使ってないので、なくてもあんまり支障はなくって、それよりも、このね、ランバーサポート、こっちの方がね、重要かなとは思っていて、ここがね、しっかりと腰を支えてくれるので、総合的にはね、座り心地としてはかなりいいかなと思っています。この辺は机の高さに依存する話ではあるので、自分だけの可能性は全然あるんですけれども、そういう事例もあるよということだけね、共有しておきたいと思います。はい。ということでいかがでしたでしょうか。今回はですね、デスク環境の要とも言えるオフィスチェアについてですね、ご紹介させていただきました。いろんなね、判断基準がある中で、やっぱり調整幅の広いチェアというものも一つね、いいポイントになるかなと思いますので、今回ご紹介させていただいたハバナの E3、こちらもですね、ぜひ選択肢の中に入れていただければなと思います。またね、最初にもお伝えした通りなんですけど、本来であればね、実際に座ってみて、自分に合ってるかどうかっていうのを確かめてみてもらってから購入していただいた方がね、一番いいとは思うんですけれども、でもね、そうも言ってられないかとは思いますので、ぜひね、この動画を参考にしてもらえたら嬉しいなと思います。こちらのチャンネルではこういったデスク周りのガジェットや撮影機器のレビュー等をさせていただいているチャンネルでございます。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。また、コメントなんかもいただけますとすごくモチベーションになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。というところで今日のところはこの辺で、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。